皆さんこんにちは。ダリのチャンネル、ダリのでーす。はい、ということでね、今回もキャンプ道具の方紹介していきたいと思います。こちらになりますね。はい、フラットチゼルというキャンプ道具というかね、もう工具になるんですけどね、薪割りに使えるということで購入してみました。メーカーの方が木馬印と書いてるんですけど、小山刃物製作所という建築工具ですねを作ってるメーカーになります。でこちら落下防止のね取り付け穴っていうのもついてますんで、ここに紐とか通してね、落ちないようにすると。あとグリップの方がありまして、一番後ろにはね、ハンマー等でね叩きやすい大きなヘッドと、あと安全ガードの方もしっかりついております。で、先ほども言ったんですけどね、建築とかに使うこういった薄い鉄板とか、スポット溶接とかレンガとかね、いろんな用途で使える、建築工具になるんですけども、今回ねキャンプ道具として使用してみたいと思います。裏面にもねこういう風に発り剥がしとか、作業に最適なことばかり書いてるんですけども、あとこちらですね、刃の幅が 50mm ということで、しっかりね手袋とかね保護メガネも着用してくださいと書いております。とりあえずジャンコードはこちらです。では早速開封してみたいと思います。はい、ケースから取り出しました。本当にね小さくてね、重さも 310g と軽いものになっております。で、こうですね、実寸の方なんですけれども、横幅が22センチですかねっていうところで、とても小さくていいかなと。で、この横も3センチほどということです。で、材質なんですけどね、金属としか書いてなくて、箱の裏の方にもね、特殊鋼材使用ということで、鉄なのか何なのかちょっとわからないんですけども、そういう材質になっております。で、先端なんですけど、フラットになってましてね、剥がしたりとかね、しやすいようになってるようです。こちら落下防止の、ここにロープを引っ掛けて落ちないようにするようにもなっておりまして、グリップの方ですね、これも握りやすい、プラスチックですかね、できてるグリップをしっかり持って、で、後ろですね、このハンマー等で後ろから叩いて使うと。薪割りの道具はね、手斧とか、ナタとかね、いろいろあると思うんですけども、刃物っていうのもありますんでね、軽くてね、安全にちょっと薪割りができるものがないかなっていうことでね、探してたんですけど、手で触っても全然切れるものでもないんで、薪割り道具の選択肢の一つとしていいんじゃないかなと思います。で、本当にね、先ほども言ったように、22センチとね、長さも小さくてね、ちょうどこの、ペグ、こちらね、25センチのペグになるんですけど、これよりも小さいっていうことでね、持ち運びにおいてもね、このペグと一緒にね、入れといたら全然邪魔にもならなくて、重さもね、310g なんで、軽いんでね、使えるのかなと思います。こんな感じで、ペグケースなんですけどね、こちらの方に入れて、持ち運びができると。で、使うときは、ペグと同様にね、こちらから取り出して、使えると。ではね、実際にね、薪割りにどれぐらい使えるのかどうか検証してみたいと思います。はい、外にね、やってきました。まずはね、この薪の方ね、ちょっと割っていきたいと思うんですけども、こちらですね、モーラナイフのヘビーデューティーですね。こちらフルタングナイフではないんですけども、これぐらいのね、薪であれば、割れるっていうことで、これはこれでと割っていきたいと思います。本当にこのぐらいの、針葉樹の薪であればね、細い薪なんで、もうこのモーラナイフでも、十分こういう風に割れます。ただね、今までこういった太めの薪ですね、こんなんも入ってますんで、こういうのをちょっとモーラナイフの方でね、何回か割るのを試してみたことがあるんですけども、ね、モーラナイフでちょっと刃が立たないっていうところはあります。頑張ってね、強く叩いてもいいんでしょうけど、ナイフ自体が折れてしまっても怖いんでね。ということでね、このフラットチゼルの出番ということになります。では早速ね、検証してみたいと思うんですけど、本来この薪割りで使う用途のもんではないんですけども、結構ね、こちらガシガシ割れるということで、実際どうなのか、このハンマー使ってね、試していきたいと思います。しっかり固定してね、上から叩きつけていけば、もうこれぐらいの薪であれば十分にね、割れます。ではね、こちらはどうでしょうかね。このもう幹もついた結構太い、これも針葉樹ではあるんですけども、これをやってみたいと思います。
さすがにね、このレベルになると、簡単にはいかないっていうのもありますし、結構、長いんでね、もちろん力はいるんですけども、しっかり、食い込んでいっております。私自身がちょっと下手なのもあるんですけど、歪んでいってしまってるんで、本当にしっかり固定してまっすぐ打ち込めまでもっとスパンといくんかなっていうところではあるんですけど、食い込んでいってます。こんな感じで確実に割れてはきてますね。手斧やナタと違ってね、横に打てるわけじゃないんで、まっすぐね、縦に垂直に打つ感じなんで打ちにくいっていうのはあるんですけどね、もうすぐ割れそうですね。こんな感じでこう深く入り込んでいってます。上がちょっと引っかかってるかなというところですけど、さらに打ち込んでいって、割っていきたいと思います。もうこれ以上入りそうにないんでね、一旦ここで止めてね、もうあとは手で割れそうな感じなんで、最後開いて割っていきたいと思います。はい、いけましたね。まだちょっと数回使った程度なんでね、ほとんど刃こぼれというか、傷とかもないような感じです。ただちょっと後ろはね、ハンマーでかなり叩いたんでメッキが剥がれてるかなと。パッとね、割れなかったんですけども、この大きい、薪でもね、しっかり割れましたね。これぐらいであれば十分使えそうですね。はい。ということでね、いかがだったでしょうか。今回はね、こちらの、道具ですね。フラットチゼルという道具になります。こちらの方、紹介させていただきました。当然、手斧やね、ナタの方が、しっかり割れるっていうのはあるんでしょうけども、やはりどうしても重たいっていうのもあるんでね、そこまで、大きな薪を割らなくてね、軽く済ませたい、手軽に済ませたいという方にはいいんじゃないでしょうか。もちろんね、刃物でもないんで、手を切る心配もありませんので、刃物を使いたくない方にもいいと思います。このモーラナイフはね、バトニングであったり、フェザースティックまでね、細かいことから巻き割りまで全部いけますんでいいんですけども、やっぱり先ほども見たように、大きな巻きになるとやっぱ切れませんのでね、巻きをスパッと割りたい方にはね、このフラットチゼルいいんじゃないでしょうか。ただ弱点としましてね、小さい分ね、この刃の幅も小さくなりますんで、手斧やナタのようなね、刃の幅が大きいものはね、太い巻きでもいけるかもしれないですけども、ちょっとどうしてもね、限られるところはあります。ただ今回見てもらったレベルのね、巻き以上のものを使わない方には、これで十分かなと。あとお値段の方もね、1000円ちょっとで買えるっていう意味でもう本当にコスパも高いんで、そちらもまたいいところではあります。巻き割りの道具はね、いろいろありますけども、その時のキャンプのスタイルに合わせてね、小さいものであったり、手斧であったり、そういう風に使い分けていけばいいかなと思います。こちらフラットチゼルの方ね、概要欄の方にもリンクの方貼っておきますので、また気になった方は一度覗いてみてください。今後もね、気になったキャンプ道具と紹介していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは今回はこれにて失礼します。ありがとう。